大場さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。はい、今日はいろいろとちょっと黒松のことをちょっとお話ししたいと思うんですが、これだから小鉢の第2弾、出させていただいたんですが、いろいろたくさん注文いただきましてありがとうございました。まだ数まだ残ってますので、またもしよろしければまた見ていただいて、ご連絡いただければと思います。ありがとうございました。北海道の方がよく買ってくださる。そうですね。はい、また今回も北海道の方、あと、香川県の方ですね、小豆島の方もご注文いただいて、はい、ありがとうございました。向こう入りしたんです。お読み入りですか。そうですね。お読み入りですね。はい。喜んでいただいて、またいろいろ使っていただければと思いますので、はい、本当にありがとうございました。はい。で、今日はどんな感じでしょう。今日はですね、ちょっと黒松の、前回の動画でちょっとお話ししたんですが、これ昨年の2月の末ぐらいでしたか、3月の頭ぐらいでしたですかね、こういうミニ盆栽をということで作ったやつが、一鉢だけ残ってますよというお話をちょっとしたんですけど、今度黒松ですね、昨年の春の植木市の時に3月だったですかね、こういうミニ盆栽のっていうので植えたやつの、鉢に植えたやつも他は全部ちょっと売れちゃったんですけど、実はですねこれこういうふうにミニ盆栽で植えたやつは1つしか残ってないんですけど、これと同じ素材を使ってちょっとこれを大きくしようと、短期間でちょっと大きくしようという試みでやってる分が実は数点あって、それをちょっと今日はご紹介したいと思うんですが、なんとこういうふうにですね、全然違いますね。じゃじゃんとちょっと葉が少しちょっと傷んでますけどね、こんな感じで、はい、だいぶ下の太さが、これに比べると随分と違いますね。こういうふうにですね、これがこういうふうに太くなった要因というのは2つほどあるんですけど、まず1点目はなんといってもこの器の大きさが違うと。で、器を大きくすれば成長も早まりますので、器の大きさが違うということがまず1点目で、もう1点はですね、こういうふうにこれ犠牲だって言ってですね、こういうふうに目切りを、下の方は目切りをしてるんですけど、上の方はせずにこのままピュアと伸ばし放題にしてると。でそうすることによってどんどん勢いが上行きますので、それにつられて下の方も太っていくという形ですね。で下両方ともちょっと番線は巻いてあるんですけど、こちらも同じ状態ですからね。ただ、こういう犠牲枝を使ってないということと器が小さい、この2点でこんだけ差がたった1年ですからね、1年でこれだけの差が出てくるということなんですけどね。これをまだまだこれからどんどん伸ばして下はどんどん太らせるというやり方で、4、5年経つとちょっと下のしっかりしたやつがですね、いずれは最終的にはこれは取ってしまうんですけど、商品盆栽ミニ盆栽のちょっとしたドカッとしたやつを作る、やり方ですね。いろんなやり方があるかとは思うんですけど、そういうやり方でちょっと作ったやつです。これを一つちょっと今日はご紹介したいなと思いまして、準備したんですけど。大場さん、これ同級生ってことですか。そうです、全く一緒ですね。だから去年の、約1ヶ月で約1年ですね。去年の2月の末か3月頭ぐらいだったですかね、初っ端最初の頃の YouTube 参加させていただいた時の動画で出した分ですけど、全く同じサイズの同じ年数のものを使って、こちらはこういうふうに育てた1年間ですね。でこれはこのまま育てた1年間、その1年間でこれだけ差が出たってことですね。いうことですね。先ほども言いましたように、一つはこの器を大きくしたということで、もう一つはこういう犠牲枝を使っているということですね。この2つでしょうね。肥料なんかは同じように与えてますので、場所も割合すぐ近く、場所としては2メーターもないぐらいかな、これとこれは。だからほぼ同じような場所で管理してたわけでですね、それでこれだけ差が出てしまうってことですね。そうですね。で早くこういうふうにちょっと大きく
下をですね大きく作りたいということでやった分ですね。はいはいはい、で今日はですねこれを踏まえまして同じようなやり方で去年使った素材のやつっていうのはあんまり曲って言って細工が入ってないやつですね。こういうもので使ったんですけど、今回はですねこういうふうにもうあらかじめ下の方にいろいろと癖をつけてあるやつですね。ただ残念ながら下の方に目がないのでその点についてはちょっとあれですけど、下にこの辺の目がついてればですねまたちょっと面白い形になったと思うんですけど、これを1本は普通の鉢に入れて、もう1本は、先ほど言ったようにちょっとでかい鉢に入れてという形で作っていきたいなというふうに思ってます。で、先ほどのやつは約1年前にやったというやつで、そのまんまの経過をちょっと撮影してないのでですねあれですけど、今回はちょっとちょこちょこ他の動画の中でですね少しずつちょっと毎回出させていただければなというふうには思ってます。だんだん成長具合がそうですね、2ヶ月後こんなになったよ、4ヶ月後こんなになったよっていうような、2、3ヶ月に1回ぐらいのペースで今はこんな状態ですよということをちょっと見ていただけるとより分かりやすいかなというふうに思います。やっぱ同じ三河の黒松なんですけどね、ただちょっと去年やったやつよりはちょっと大きめですね。でもう下の方に癖がある程度つけてありますので、この状態からスタートするという形です。はい、よろしいでしょうかね。はい、じゃあ、実際にちょっとやっていこうかなと思いますが、このぐらい、ちょっとちっちゃいというかですね、去年のに比べると大きいですけど、今回のちょっと素材がちょっと大きい分鉢も少し大きくなりますけど、普通に黒松の植え替えをしていくだけなんですけどね。
四つはこんな感じですね。これがまあ1年後どのぐらい成長するかですね。当然まあ7月頭ぐらいには芽切りという作業もやりますし、通常と同じような管理の仕方していきますけど、まあ器がこの状態である。でまあこの状態でちょっと育てていきます。はい。じゃあもう一つはですね、ちょっとでかくなりますが、はい、こういう素焼き鉢ですね、先ほどと同じようにこれを使ってやっていきます。こうおばさんミニ盆栽的には、はい、あんまり大きくならない方がいいんですか？どうなんですか？そうですね、もうああいうちっちゃいのを好む方はもう鉢をなるだけちっちゃく締め込んであげて、で作っていくと、まあ、ずっとちっちゃいままで、ただ、まあ、せっかくならちょっと土台がこうしっかりした、はい、まあそれもミニ盆栽というか商品盆栽ですね。はい、まあある程度した太さがあった方がですね、まあ貫禄もあるというか、もうずっと細いまんまよりはですね、それでいてまああんまり高さがなければなおいいかなと。おばさん今回の用土は、まあ、いつもと一緒で赤玉と山砂ですね。で今回ちょっと水はけを良くする意味もあってですね、なんかまあこれになってみないとわからないですけど、今年の梅雨は、結構雨が多いような話も聞くので、まあ、水がもうさーっと抜けるような状態、はい、になった方がいいので、ちょっと粒も大きめにしてあります。でまあ万が一雨が少なくてもですね、その分じゃ人間がかけてあげればいいので、ただあんまりずっと雨が続くようだったらですね、やっぱ水はけはよくしておいた方がいいので、なんかそういう話をちらっと聞きました。本当かどうかわからないですよ。なってみないとですね。まあでも最近はいろいろそういうのも研究される方がいらっしゃるんでしょうね。なんか
この1月もちょっと暖かくなるみたいなこと言ったけど、本当に暖かくなってますもんね、今。高いですよね、昼間ね。またちょっと週末少し下がるみたいですけど、それでもあれですね。でも夕方の天気予報で言ってましたけど、宮崎は最低気温はそれでも平年並みだそうですよ。ああ、そうなんですか。なんか暖かいよなと思うけど平年並みだそうです。もうちょっと寒かったような気もするんですけどね。だからまあ昼間が気温が上がってるということなんでしょうかね。でしょうね。今度週末が最高で11、2度っていうのがあるけど、今日なんか16、7でしょ。なんかそのくらいでしょ。ポカポカしてますもんね。ですよね。って言いながらまあいっぱい暑くしてますけどあんまり寒さ強くないのでですねはい、こんな感じでですね。まあこんな状態ですね今。これがまあ、月日をかけてどういうふうに変わっていくかなというのをちょっと見ていきたいなというふうに思います。サイズ分けすることはあれなんでしょうけど、素焼き鉢の方が商品盆栽サイズですかね。まあ商品盆栽というかどうなんですか。まあこれも商品盆栽ではあるんですけどね。で昨年の頃になるとまあミニ盆栽って言ってもいいのかなというような。まあはっきりとした定義はない。まあいや一応サイズで何センチからとかいうのはあるんですけどね。なんかあんまりそういうのこだわらなくていいかなという。ですよね。好きだったらいいんですよね。と思います。よくこうじゃないといかんっていうのを私もこの仕事始めた時にいやそれは邪道やとかよくちょっと年配の方に言われたりとか、まあそれは好きでやっちゃうからいいやろうというふうな感じで出たんですけどね。育てる上での基本的なことっていうのはやっぱ守らなきゃいけないですけど、ただまあ、作り方だとかそんなんでですねまあそれが良しと思ってやる分にはそれが自分が楽しみでやればいいんじゃないかなと思いますけどね。例えばですね、もうだから20年以上前になるかな、長寿梅という木でですね、赤花と白花とこうあるんですけど、まあ赤は赤、白は白とはっきりまあ花の色が違いますからね、まあ、葉っぱの大きさ色も若干違うんですけど、それを最初にこう見た時に紅白縁起物やないかとで紅白でこうまあ木自体はこうくねくねしてたんですけど、それをうまい具合こう噛み合わせてですね、葉っぱが出ると白と赤ってちょっと分かるんですね。だけど葉っぱがない時なんかは結構どっちがどっちは分からない状態であっちゃこっちゃで赤が咲いたり白が咲いたりとで、赤と白をまあ要は寄せ植えですよね。寄せ植えをまあ一本の木に見立てて作ったことがあるんですけど、でその時にいやこんなの邪道やといろいろ言われてですね、そうかいと思って、いや紅白でいいんやねえかなと、おめでたいやねえかと思ってやったんですけど、でいやこんなものは盆栽じゃダメやみたいな言われて、ところがその2日後には買い手がついたと。でまあ長寿梅まあまあちっちゃくてもいいお値段しますからね。でそれを2本入れてますから、まあそこそこ当然お値段もするんですけど、まあその値段でお客様は気に入って買っていただいた。でそれから何年かもうだいぶその時から恒例だったけど毎年春になると長寿梅の紅白を求めに来られて、また前みたいに作ってくれと。いや一応イメージすると良さそうですよね。そうですよね。根っこは2つってことでしょ。もともとは2本ですからね。2本をこうで上をこうあちゃこちゃこう枝を絡ませながらですね、で作ったことがあるというか、まあ最近でも時々作るんですけど、まあそういうのも本人がよしと思ってで見た人がいいなと思えばまあそれでいいんじゃないかなとは思います。見てみたいですね。そうですね。また今赤も白もあるのでまたちょっと作ってみましょうかね。ただ今のはあんまりくねくねしてないので、あれがこうくねくねしてるやつをうまい具合こう枝を絡ませながらですねやって
作ってたんですけどね、それで石突きをしたりとか、おー一回は流木なんかにちょっと植え付けてみたりとか、おーはい、いろんなことこの手ちょっとやったりしてたんですけどね。長寿梅のはい花の赤と白、はい、花の咲く時期はまあどうそれこそ赤なんかでも今咲いてますし、咲いてますよね白もちょっと前に咲いてましたですけどね。はい、じゃあポツポツ次々にいろいろ。そうですね。おうで、一番数が多いのはやっぱ春ですけどね。まあ2月3月この辺だと2月の終わり頃から3月頃が一番多いでしょうかね。その後急激に新芽がわーっと吹き始めますから、新芽が吹いて伸び始めると一回ちょっと休憩しますけどね。また落ち着けば花芽がつくというような感じですかね。まあ結構一年中ポチ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 花をつけるので、まあそういった意味でもまあ人気があるんでしょうけどね。じゃあもし作る時は呼んでください。はいですね。はいまたそういうのでちょっとやってみたいなと思います。今ちょっと名前をというかですね、三河黒松ですね。で、こちらがまあ通常の商品盆栽で、こちらが、まあ商品盆栽ですけど巨大化計画ということで、まあ大きく育ててみようかなというふうに思っております。ただ器は大きくしました。ただ、先ほどのこういうやつのようにですね、この犠牲枝が取れるかどうかがちょっと疑問ですけど、まあここをしっかり目切りしながらここだけスーッと伸ばすような形で、成長を早めていけるような育て方ができたらいいなというふうには思っております。ありがとうございました。ありがとうございました。